あなたは今、自分の夢を生きてますか？この質問に、はい、と答えられる人は幸せです。もっといい現実を引き寄せたい。こんな人生嫌だな、と思っている人もいるかもしれません。新約引き寄せの法則を読めば、なぜあなたの人生が今のようなものになったのか、どうやったら夢を実現できるかがはっきりわかると思います。これまでにたくさんのメンターから願望達成について学び、実践してきた私も、これまで考えていた引き寄せの法則の認識がガラッと変わりました。頑張って引き寄せるのではなく、自分の最高の未来をただ受け取るだけでいいということがわかりました。そうか、努力っていらないのか、と爽やかな悟りを得たような気分になりました。自分を調子に乗らせて気分良くさせることがその鍵です。どんどん自分の楽しいことをやって、次々にチャンスの扉を開いて、最高の未来をただ受け取るだけでいいのです。この新約を読めば、私と同じように多くの人が引き寄せの法則について誤解していたことに驚くと思います。翻訳にあたっては原文を読み、エイブラハムに関するたくさんの英語教材も参考にして、鍵となる用語も含め日本語訳を一新しました。デスマス朝で語るエイブラハムはきっと別人に感じられることでしょう。引き寄せの法則を読んだことがある方もきっと新しい本を読んだような感覚になると思います。自分の未来を自由に想像してみたいと感じた方はぜひ手に取ってくださいね。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は新約引き寄せの法則、エイブラハムとの対話という本をご紹介したいと思います。エイブラハム。本チャンネルをご覧の皆さんであれば、名前だけは聞いたことがあるという方も多いと思います。簡単に説明しますと、エイブラハムは人類よりはるかに次元の高い存在で、無数の英知の集合体。原作、The Law of Attraction では、そのエイブラハムとつながることができるエスター・ヒックスに、夫のジェリー・ヒックスが質問をし、願望達成の仕組み、思いが叶うときにどういうことが起きているのか、などを伝えてくれています。日本では、引き寄せの法則、エイブラハムとの対話として、2007年に翻訳出版され、多くの方に愛され、その人生を変えてきたのですが、外国語翻訳本ならではの難解さや雰囲気の違いを感じる方もいらっしゃいました。そこで15年の時を経て原文を忠実に新訳されたんです。その翻訳を行ったのは本田健さん。ユダヤ人大富豪の教えをはじめ、幸福、お金、ライフワークなどをテーマとし、著書累計800万部を超える大人気のベストセラー作家の本田さんが、そのスピリチュアルへの深い造形により、エイブラハムの会話の空気感をより感じられるように、そしてメッセージのニュアンスをそのまま届けられるように、原文を忠実に新訳したのが本書なんです。本動画では、そんな本書の雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。あ、エスターとつながったエイブラハムとジェリーが対話を始めるみたいですよ。それでは貴重なインタビューの様子を覗かせてもらいましょう。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。おはようございます。ここに来られたことを嬉しく思います。私の言葉を伝えてくれるエスターと私を呼んでくれた皆さんに感謝しています。これはとても大切な交流です。私たちが誰なのかを物質界の友人たちに知らせる良い機会になるからです。物質界の皆さんはこの本を通じてエイブラハムという存在だけではなく、目に見えない世界が物質界でどのような役割を果たしているのかを知ることになるでしょう。ご存知のように、
この二つの世界は固く結びついていて、互いに切り離すことは不可能です。ここには私たちの仲間がたくさんいます。同じ思いと願いを持つ者が集まっているのです。あなたの世界ではエイブラハムと呼ばれていますが、ここではティーチャーと呼ばれています。より広い知見を持ち、その広い知見へと他の者たちを導く役目です。言葉ではなく、人生経験によってしか人々を導くことはできません。ですが、物事を定義したり、説明したりする言葉と人生経験が結びつくことによって学びが深まります。このような思いで私たちは言葉を使っています。宇宙のすべて、つまり目に見えない世界と物質界のすべてに作用している宇宙の法則があります。この法則は絶対であり、永遠であり、いつでもどこにでも存在するのです。この法則に気づき、働きを理解すれば、人生は劇的に向上します。つまり、この法則がどう機能するかを理解した者だけが、人生の自由な創造者になれるのです。あなたがいる物質界では、あなたは体を持つ存在ですが、実際は目に見える体をはるかに超えた存在です。あなたの目には見えないソースエネルギーの一部です。つまり、より広く、より長い経験と多くの知恵を持つ、目に見えない存在であるあなたが、今、物質界の体に宿っているということです。あなたは体を自分だと認識しています。そして、あなたの中にある目に見えない部分を、私たちは内なる存在と呼んでいるのです。体を持つ存在はよく、自分たちのことを生きているか死んでいるかで考えます。さらにその考えに沿って、物質界に生まれる前は目に見えない世界に住んでいて、死を迎えると目に見えない世界に帰っていくと考えています。ですが、体に宿っている目に見えない部分は、自らの世界で体と共に脈々と存在しているのです。そして目に見えない世界の一部が、この物質界、そしてあなたの現在の体に流れ込んでいるのです。このことを実際に理解している人はほとんどいません。本当の自分とは誰なのか、またどんな目的を持ってこの物質界に生まれたのかを真に理解するには、この二つの世界とその関係を理解することが不可欠です。目に見えない部分は、時にハイヤーセルフ、または魂と呼ばれることもあります。しかし、重要なのは名前ではなく、内なる存在があなたの中にあることを知ることです。この内なる存在との関係を理解して初めて真の導きが得られるからです。あなたにお伝えしたいのは、3つの永遠なる宇宙の法則です。これを理解して、物質界の中で自由に存分に活用してほしいのです。最初にお伝えするのは引き寄せの法則です。これを理解できない、もしくはうまく活用できないと、2番目の意図的な創造の法則も、3番目のありのまま受け入れることも活用することはできません。2番目の法則を理解して活用するには、まず1番目の法則を理解して使えるようになる必要があります。そして2番目の法則を理解して使えるようになって初めて3番目の法則を理解し使えるようになるのです。この3つの強力な宇宙の法則を理解して実践すれば、人生を思うままに想像できる素晴らしい自由が手に入ります。あらゆる人、状況、出来事が自分の思考を通じて人生の中に現れたことがわかると、この物質界に来ると決めた時に意図してきた通りの人生を送れるようになります。強力な引き寄せの法則を理解して、意図的な創造の法則を活用して人生を創造し始めると、究極の自由を手に入れることができます。その自由は、ありのままを受け入れることを完全に理解し、実践して、初めて訪れるものなのです。引き寄せの法則とは、エイブラハム、最初に詳しく話してもらうテーマは、引き寄せの法則です。あなたは、これが最もパワフルな法則だと教えてくれました。引き寄せの法則は、最もパワフルなだけでなく、これから話す他の大事な法則の前に、ぜひ理解してもらいたい法則です。そうすると、自分の人生や他の人の人生で起きていることの仕組みがわかるようになるでしょう。
あなたや周りの人の人生に起こるすべてのことに引き寄せの法則が働いています。目の前に現れるもの、人生で経験することすべての土台となっています。あなたにとって意味のある人生、さらに言えば物質界に来た目的である喜びに満ちた人生を生きるためには、引き寄せの法則の存在に気づいて、その働きを理解することが鍵となります。引き寄せの法則とは、似たものは引き寄せられるという法則です。類は友を呼ぶというのがまさにそうです。その証拠に不機嫌な気分で朝起きると、その日は一日にわたってますます不機嫌になるようなことが起こっていきます。一日の終わりには、ああ、こんなことならベッドから起きなければよかったとなるのです。あなたの周りでも実際にこの法則が働いているのを目にしたことがありませんか？例えば、病気のことばかり口にしている人が実際に病気になったり、豊かさについてずっと話している人が実際に豊かになることです。この強力な法則を理解すると、もっと正確に言えば思い出すことができると、その証拠を次々に見つけることになるでしょう。そして考えていることと人生で実際に経験することの関連性が理解できるようになります。ただわけもなくあなたの人生の中に現れるものはありません。あなたが引き寄せているのです。そのすべてを。このことに例外はありません。引き寄せの法則はあなたの思考に常に反応しています。だからこそ自分の現実は自分で作り出していると言えるのです。経験するすべてのことはあなたの思考に引き寄せの法則が反応して起きているのです。引き寄せの法則をさらに理解するためには、自分のことを思考や感情の本質を引き寄せる磁石だと思ってください。つまり、自分が太っているなと感じていれば、痩せている状態を引き寄せることはできません。貧しいなと感じていれば、豊かさは引き寄せられないというように、それは法則に反するからです。思考を向けたものは引き寄せられる。引き寄せの法則の力が理解できるようになると、あなたは自分の意識の向け方に注意するようになるでしょう。それを望む、望まないにかかわらず、意識を向けたものが現実化するからです。例外なく、意識を向けたものは人生で実現し始めます。望むものについて少し意識を向けると、引き寄せの法則が働いてその意識はどんどん大きくなり、勢いを増していきます。望まないものに意識を向けても、引き寄せの法則が働いて、それがどんどん大きくなります。意識が大きくなればなるほど、引き寄せる力も強くなり、それが現実化する確率も高くなるのです。実現したいものを見て、そう、私はそれを望んでいると言えば、その意識を通じてそれを呼び寄せます。ですが、実現したくないものを見て、違う、私が望んでいるのはそれじゃない、と叫んでも、それを意識してしまったがために、その経験を呼び寄せてしまうことになるのです。引き寄せの法則が常に働いているこの宇宙では、取り除くということはできません。意識を向けたものが自分の波動に取り込まれるのです。さらにその意識や関心を長い間持ち続けると、引き寄せの法則によってそれが現実化し始めます。否定という概念がないからです。さらに説明すると、あなたが何かを見て、違う、それは私が欲しいものじゃない、あっちへ行け、と叫んだとします。その時のあなたは、実のところ自分の中にそれを呼び寄せているのです。というのも、引き寄せの法則が常に働いている宇宙では、否定がないからです。意識を向けるという意味では、欲しいのはそれじゃない、でも、こっちへ来て、と言っているのと同じなのです。私の思考はまるで磁石のように引きつける。引き寄せの法則とその磁力は宇宙に届いて波動が似た思考をあなたのもとに届けます。人生の中で出会うすべての人、出来事、状況はあなたが向けた意識、思考、そして引き寄せの法則がそれに反応した結果です。あなたの人生に現れたものはすべてあなたの思考が強力な磁石となり引き寄せたものなのです。
望む、望まないにかかわらず、あなたは考えているものと同じ要素のものを受け取ります。最初は戸惑うかもしれませんが、そのうちにこの法則の公平さ、一貫性、絶対的な力を実感するでしょう。法則を理解してどんなものに思考を向けるかに注意するようになると、人生をコントロールする力を取り戻すことができます。それによって全ての願いが達成できること、望まないものは全て手放せることを再び思い出すでしょう。引き寄せの法則が理解できると、思考や感情と現実が完全に呼応していることに気づきます。すると自分の思考がどこから来るのかもわかるようになります。テレビや他の人から見聞きしたことがきっかけとなって思考が動き出すことにも気づけるようになるでしょう。最初は小さくても思考を向けることで引き寄せの法則が働いて、その思考が大きく強力になっていきます。そうすると自分が実現したいことにもっと意識を向けたくなるのです。どんなことを考えていても、それを考えている時点で引き寄せの法則が働き始め、似たような波動を持つ思考、会話、出来事が引き寄せられていきます。過去のことでも、現在のことでも、未来のことでも、そのことを考えているのは今です。焦点を定めている対象が何であれ、それによって波動が生じて引き寄せの法則が反応します。最初は一人で考えていても、長い間あることを考え続けていると、いつの間にか他の人との会話の中にそれが出てくることに気づくでしょう。引き寄せの法則が似たような波動を発している人を見つけて、あなたのもとに呼び寄せるからです。何かに長く思考を向けていればいるほど、その思考がより活性化していきます。それによって、引き寄せの原点が強力になればなるほど、その証拠がますます現実の世界に現れます。考えていることが望むものであっても望まないものであっても、それが常にあなたに向かって流れてくるのです。内なる存在は感情を通してコミュニケーションをとる。あなたはこの物質界に生まれた体以上の存在です。素晴らしい体を持つ創造者であることに間違いはありませんが、同時に別の次元にも存在しています。あなたの中には目に見えない存在が同時に存在しています。私たちはそれを内なる存在と呼んでいます。あなたの感情は内なる存在との相対的な関係を教えてくれる指標なのです。あなたがある物事に対して特定の見方や意見を持っているのと同じように、内なる存在もそのことについてある見方や意見を持っていて、感情はそれらの意見が一致しているかどうかの指標なのです。何かが起きて自分に対してもっとうまくやればよかったとか、考えが足りなかったとか、自分は価値のない人間だと思っているとしましょう。しかし、内なる存在はよくやっているし、いろいろ考えているし、永遠に価値のある存在だと思っているので、明らかに意見の不一致が起きています。その不一致はネガティブな感情として現れます。その反対に、自分に誇りを持っていたり、自分や他の人に愛情を感じていたりすると、内なる存在が感じていることとかなり近くなります。そうすると、誇り、愛、感謝といったポジティブな感情として現れます。あなたの内なる存在、つまりソースエネルギーは常にあなたの最大の利益になることを考えています。あなたの考えがソースと一致していると、ポジティブな引き寄せが起きます。要するに、ポジティブな感情を持っていると、引き寄せの原点もポジティブなものになり、ポジティブな出来事が現れるというわけです。あなたの波動と内なる存在の波動のギャップがあるかどうかを、素晴らしい感情のガイダンスが常に知らせてくれているのです。そのガイドは常にあなたをサポートしているのです。引き寄せの法則は常にあなたが発している波動に反応し作用するため、今は望むものを想像しているのか、それとも望まないものを想像しているのか、感情が知らせてくれます。これを理解していると非常に役に立つでしょう。物質界の皆さんがこの強力な引き寄せの法則を知って、思考によって物事が引き寄せられてくることがわかると、思考に対して用心深くなって、一つ一つの思考を監視してしまうことがあります。しかし、思考を監視することは難しいでしょう。というのも、
人はいろんなことを考えるものですし、引き寄せの法則によってさらに多くの思考を呼び寄せることになるからです。思考を監視するのではなく、シンプルに感情に注意を向けてみましょう。あなたが選んでいる思考がより広く経験豊かで愛に満ちた内なる存在の考え方と一致していないとしたら、あなたの心はざわざわし落ち着かなくなります。そこで気分が良くなる考え方にすぐに意識を向け直すことで良い結果にもつながります。物質界に来ると決めたときに、あなたはこの感情というナビゲーションシステムが使えると分かっていました。その時、いつでもそこにある感情という素晴らしいものを通じて、内なる存在の広い知恵と離れているか、それとも一致しているかが分かることを知っていたのです。望むものに思考を向けていれば、ポジティブな感情を抱くようになります。望まないものに思考を向けていれば、ネガティブな感情を抱くでしょう。自分が今、どんな感情を持っているか注意していると、どんな時でも強力な磁力を持った内なる存在が、自分の思考のどの側が引き寄せているのかを教えてくれるでしょう。どのような自分になりたいのか。このまま続いてくれたらいいな、と思う順調なこともたくさんあれば、何か少し違うといいんだけど、と思うようなことも人生にはあるでしょう。物事を変えるには、現状をそのまま見続けるのではなく、望む状態を見ることが必要になります。あなたの思考の大部分を占めているのは、おそらく今見ているものです。したがって、今あるものがあなたの思考、関心、波動、ひいては引き寄せの原点になっているわけです。さらに、そこに自分を見る他人の目も加わります。多くの人は現状に意識を向けているため、結果として変化はゆっくりしか起きないか全く起きません。人生の中でいろんな人と出会っていても、それによって波動や目的が変わることはほとんどありません。実際にポジティブな変化を起こすためには、現状や自分を見る他人の目に意識を向けるのをやめて、こうなったらいいなと思う状態にもっと意識を向ける必要があります。これを実践すれば、引き寄せの原点が変わって人生も大きく変わっていきます。病気だったのが健康になり、貧しかったのが豊かになり、不健全だった人間関係が健全な関係になり、混乱した状況がクリアな状況になるというように、ただ単に周りで起きていることを眺めるのではなく、意識の方向に注意するようになると、あなたの波動は変わり始めて、引き寄せの法則が反応するものも変わってきます。そうなると、自分を見る他人の目に反応することもなくなって、思っていたよりもずっと簡単に過去や現在とは違った未来を作れるようになります。皆さんは自分の人生を力強く意図的に想像するものになれるのです。彫刻家が作業台の上に大きな粘土の塊を投げつけながら、あれ?うまくいかないぞと驚いているのを見たことがある人はいないでしょう。彫刻家は何度も粘土をこねて自分が思い描いた形にしていくからです。これを人生に例えるなら、あなたはまるで粘土の形を整えるように自分の人生経験を作り上げていきます。粘土に触れず、思い描いた形に整えることもなく、ただ粘土を見ているだけでは満足のいく人生を送ることはできません。この物質界の時空の中に生まれるときに心に決めてきたこともできません。粘土が今どんな形をしていようと自由に形を変えられるということを理解してほしいのです。このことに例外はありません。あなたは望むものを見つけるために情報を集めることに多くの時間を費やすでしょう。あなたの欲しいものが見つかり、望みがはっきりしたら、それに集中することです。そうすることで、それを引き寄せることができます。それが創造のプロセスです。望むものに強くまっすぐな思考を向ければ、内なる存在が明るく前向きな感情を届けるでしょう。前向きな感情とともに思考を向けていれば、あなた自身が最強の磁石になります。このようにして、あなたは人生に望むものを引き寄せることができるのです。思考の多くは最初は引き寄せる力がそれほど強くはありません。しかし、長い間集中し続けることで思考はますます大きくなり、思考が大きくなるにつれて
引き寄せる力も強くなります。思考が大きくなり、引き寄せる力も強くなると、内なる存在が届ける感情もより強くなるでしょう。明るく前向きな感情を呼ぶようなことを考えているとき、あなたは宇宙の力にアクセスしています。さあ、行ってらっしゃい。自分の欲しいものを見つけて、その望みに集中すること。それがあなたが生まれたこの日からやることですよ、と。しかし私たちは、あなたが生まれた最初の日にこれを話しているわけではありません。あなたはその日からしばらく時間を過ごしています。ほとんどの人は自分のことを自分の目だけでなく他人の目を通して見ています。だから多くの人は今自分が望んでいる自分ではないのです。いつも通りプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書を読むにあたって、元々の引き寄せの法則通常版、そして本書である新訳版、それに奥平アミーさんの跳訳版を比較しながら読んだのですが、そうやって読んでいくと、それぞれの考え方や伝えたいこと、ニュアンスや空気感の違いを感じられて、めちゃめちゃ楽しいんですよね。通常版と新訳版を比較して読むと、新訳版のメッセージはデスマス調になっていることもあり、とっても明るくてわかりやすく感じますし、本田さんによれば、実際のエイブラハムのトーンもそのような感じなんですって。そして、ニュアンスの違いも各所に感じることができるんですよね。本書冒頭でも触れられていますが、例えば、allow という単語は、もともと許可して可能にするという訳が当てられていましたが、それでは少し積極的すぎるように感じるため、allow のもう一つの意味である、受け取る、受け入れるとしたそうです。こういった細かな翻訳の調整が山のようになされることで、今までは見えづらかったニュアンスを感じられるようになっているんです。そもそも元々のタイトル The Law of Attraction は文字通り引き合う力、お互いが引き合うということを意味していて、正確な翻訳は引き合いの法則なんですって。後書きでは、今あなたが笑顔になれば笑顔の未来が、そして笑顔の過去が引き合うことになります。今幸せで楽しいと、過去の楽しい思い出が蘇るし、未来も楽しいことが起きそうな予感がしてきます。と綴られています。これこそが引き寄せの本質のような気がするんです。だとすると、今までの通常版で感じていた引き寄せの法則からは、少し違うニュアンスにも受け取れますよね。そうやっていろいろとアップデートしていくのがとても楽しい体験でした。僕のように通常版、新訳版、跳訳版を見比べながら読むという方は少しマニアックなのかもしれませんが、それぞれに素敵な空気感とニュアンスとメッセージが込められているので、その違いを見てみるととっても面白いですよ。多くの人に愛された本を改めて翻訳するというのは、元々の原著に忠実でなくてはならない。その上でニュアンスや空気感が伝わるようにしなければいけない。そしてこれまでの読者との関係性、新たな読者とのコミュニケーションを考えなきゃと、本当にいろいろなところに気を配る必要がある大変なプロジェクトだったろうなと思います。そんな本田さんの素敵な仕事により、15年ぶりにやってきた新訳引き寄せの法則、エイブラハムとの対話を読んで、皆さんも改めて引き寄せの法則、引き合いの法則というものを感じてみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか？そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。